車内に乗客を乗せてみました。どうでしょう。すごく雰囲気良くなったんじゃないでしょうか。はい、とまです。今回はこちらの方ですね。加藤さんから発売されている氷河特急。製品の方は室内灯非対応という車両なんですけども、こちらの方に室内灯の方を組み込んでいこうと思います。まず台車の加工から必要になってきますので、まずちょっとね台車を外しましょう。よいしょ。これ氷河特急専用の台車で、こんな感じで終電関係が何も備わってない状態です。こちらの方は 0.45mm の導線になります。こちらを使って、終電集の代用品ですよね、作っていこうかなと思います。 2.5 センチでカットしていきましょう。もうこれは大体でいいと思います。で次にこちらカットした導線をまず半分に折り曲げます。そしてこの丸まってる折り曲げたところですね、この部分が台車の上に頭を出す形になります。なのでその部分をちょっとこう折り曲げておきます。こんな感じですね。小さくて分かりにくい、見えますかね、こんな感じで。そして次に外へ広げます。こんな感じですね。これが終電集の基本になります。で今度これを台車の方へセットしていきます。この頭の部分ですね、台車の上に出る部分がちょうどこの部分ですね。この部分、今ピンセットを差し込んだここの隙間に通します。ここからこう頭を出すような感じにでいきます。これがこうですね、今こう出てる状態ですね。こんな感じで。そしてこちらですね、これまた後でちょっと処理するんですけども、一旦この状態で次反対側の方に導線を組み込んでいきましょう。台車へ組み込んでいきます。この状態で反対側の台車を元に戻します。車輪元に戻していきます。よし。導線の方は車輪の上側に沿うようにこう曲げてセットしてやります。よいしょ。さてこんな感じですね。これで終電用の台車ですね。車輪にも直接導線がこう上に触れてるので、ここから終電ができるような形になります。この時点で導線が台車枠と車軸の間に挟まったりしてると車輪全然転がらないので、ここでちょっと摩擦の状態と確認しておいて、で転がりがいいなと思ったらその状態で車両の方へ組み込んでいくっていう形をとっていきます。次に車両の方なんですけども、室内灯ね非対応なので、こんな感じで分解すると、当然このままだとちょっと終電当然できないので、まずここですよね、ここをもうどうにかしないといけないので、導電でお世話になっている銅箔のテープ、こちらを 4.5 センチぐらいで切ります。そしてこの太さ必要ないので、これは半分にカットします。半分はもう目視で大まかでいいです。で今度これをここに貼り込んでいきます。もう直接
こまでですね。ここ引っかかるところまで、これがちょうど 4.5 センチぐらいなので、目安としては内側のここですね、この出っ張り、ここに揃える形で銅箔 4.5 センチ貼っていくと、ちょうどここに上引っかかるぐらいまでの長さになるので、これをもう1箇所反対側にも貼り込んでいきます。こうですね。こんな感じで。そしてこれで台車の方は元に戻してやるんですけども、ちょっとだけこんな感じで広げるように上げてやります。よし。これで取り付けてやると、これで終電大丈夫だとは思うんですよね。あ、いけてますね。こんな感じでつきます。では続きをやっていきましょう。次はここにテープ LED を貼り付けるんですけども、普段20メートル級の車両によく使ってる LED チップ6連のタイプですね。これだと長すぎるので、これを半分のサイズで使用します。でカットするのはここですね。この銅板がむき出しになってる部分、ここでカットします。次は銅箔を使っていきます。長さ的にはもうこれも目視で少し長めにカットしておく方が無難です。これも広すぎるので半分にカットします。今度これを少しだけこう折り曲げておきます。これがここにこう乗ってくるような形になります。ここに留めるのもまた先ほどの銅箔テープ使っていきます。でこれをでこれ上から貼ってるだけなので、次反対側もちょっと固定しておきます。こういう形で留めればちょっと安定はするので、こんな感じですね。これちょっと曲がりすぎてるので、こんな感じでちょっとだけ下へ下ろしておきます。さすがにこれは長すぎるので少しカットしましょう。次にテープ LED の方ですね。ちょうど、この臨静銅板とブリッジダイオードが接触するように、まあ位置的にはこの辺ですよね。では透明両面テープを使ってでテープ剥がして、この辺ですね。一旦これで通電確認します。こんな感じでやっぱこっち側が若干暗くなってしまうんですよね。なのでそこにちょっと手を加えます。これ使いましょう。加藤さんの純正の室内灯の照明板ですね。この状態で使っていきます。こちらをこの LED に触れる位置に留めてあげます。ちょうどね、長さ的にはこの車両の屋根の上膨らんでる部分ですよね。このくぼみに全てがすっぽり収まるぐらいですね。右から2つ目の窓枠のところですね。そこにちょうど照明板と LED が当たってる部分があるんですけど、
そこがちょっと明るくなって、その後ろの照明板の方少しだけ光がこっちですね伝わっていくので、多少全体に明るさがね行き渡るんじゃないかなと。ということで、これで室内灯の方組み込みの方は終わりました。もうね無事問題なく点灯しているので、ただこのままだとすごく寂しいので、ちょっともう一回車両開けます。よいしょ。次は座っている人たち、こちらを座席にちょっと座らせていこうと思います。そのまま座らせようと思っても、実はちょっとね足が長すぎるんですよね。足が長すぎるのと、太すぎてこの座席とテーブルの間に足が入らないですね。入ったとしても今度は高すぎてお尻浮いてしまうっていう状態になるので、ちょっとねこういうあんまり手を加えたくはないんですけど、ちょっと足を削っていきます、ね。本当はこういう人型のものってあまり、ね、加工切ったり削ったりとかっていうのは、これは昔の人がよく言いますよね。あまりそういうのは良くないっていうような。人型のものっていうのはなんかね心が宿っていたりするからっていう、昔からねそういう話は、親御さんとか祖父母その辺りから聞くのか。あとそういうのって多分日本だけのことなのかなっていう気もするんですけど、こういう感じでセットします。次ここ行きましょうか。この2人をここに座らせましょうか。ではちょっとこちらの細かい作業続きやっていきます。はい、ということで、車内の方に室内灯、そして乗客という形でちょっと組んでみました。ではこれちょっとねレイアウトの方で点灯テストの方やってみたいと思います。はい、ということでレイアウトの方、ミニレイアウトですね。こちらの方に車両の方セットしました。では電圧上げていきましょう。こんな感じですね。テープ LED はこちら寄りについてるんですけども、車内中央部分はほぼほぼ均一に照らしてくれてるんじゃないかなと思います。ということで氷河特急の方整備終わりましたので、レイアウトの方に並べてみました。こんな感じで車内に乗客をちょっとちょこちょこっと座らせているような感じですね。そして全ての車両に、こんな感じでちょっと映るかな、テープ LED 室内灯の方を組み込みました。車内に乗客を乗せてみました。どうでしょう。すごく雰囲気良くなったんじゃないでしょうか。とりあえず今回は、室内灯テープ LED の室内灯ですね。本来は室内灯非対応の車両なんですけども、テープ LED と、あとそうですね、ここ乗客の人形ですよね、ちょっと追加してみて、ちょっとこれで見た目を変えてみたというかね、少し充実させた感じになったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね今回は氷河特急の方をそんな感じの加工をやってみました。こんな感じで鉄道模型に関する動画、投稿していってますので、鉄道模型興味のある方、
よろしければチャンネル登録、高評価ね、ご検討いただけるとありがたいので、よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画ここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。